今日の同窓会の話だけど、お前の店はキャンセルな。俺の経営する寿司屋で同窓会を開くといい、40人分の予約をした元同級生。久しぶりに入った大口の予約。正直言ってとてもありがたかった。俺は浮かれて準備をしていた。だけど、当日俺にかかってきたのはドタキャンの電話だった。古臭くて貧乏が映るような店より華やかで高級な店でやることにしたから。キャンセル代もお前も残念だったな。電話越しに聞こえてくる人を小馬鹿にしたような笑い声。大の大人が大口予約をしておいてドタキャンするなんて許せない。いいだろう。俺が真実を教えてやる。俺がその後言った言葉に同級生は言葉をなくすのだった。俺の名前は中川優。じいちゃんの代から続く寿司屋の3代目だ。じいちゃんが現役の頃は大繁盛していた寿司屋で外に行列ができるほどだった。じいちゃんと父さんはいつも常連さんに囲まれて忙しそうに働いていたし、母さんもよく店を手伝っていた。いやー、やっぱり大将の握る寿司は絶品だな。ここのネタを食べたら他の寿司屋には行けないな。ははは、ありがとうございます。毎朝魚市場まで行って仕入れてますからね。人当たりのいいじいちゃんはみんなから好かれていて、カウンター越しによく話しかけられていたっけ。そんなんでしばしばじいちゃんの手が止まるから後ろで寡黙に寿司を握る父さん。二人の息はバッチリと合っていて、それがさらに人気を呼んでいたみたいだ。いらっしゃいませ。マミちゃん、今日も元気だね。父と母は幼なじみ。母は小さい頃から父の店に入り浸っていたみたいで、高校生の頃には接客のアルバイトをしていたらしい。常連さんは母のことをマミちゃんなんて呼んで可愛がっていた。もう息子もいるのにちゃんなんて呼ばれる年じゃないわよ。とか笑いながら返しているけど、母はちょっと嬉しそうだった。父さんが無口であまり喋らない分、お客さんとのちょっとした会話や雰囲気を盛り上げたりするのは母が頑張っていた。マミちゃんの声を聞くと元気が出るな。お店はいつも大にぎわい。お客さんたちもみんな笑顔。俺は子供心に自分の実家が寿司屋であることを誇りに思っていた。じいちゃんや父さんが握る寿司は美味しかったし、カウンターでお客さんたちと楽しそうに話すじいちゃんやお客さんに気配りができていつも笑顔な母さんが大好きだった。けど、じいちゃんが現役を退き、父さんが店を継いでしばらくして、店の向かい側に回転寿司のチェーン店ができた。その頃から俺の実家の寿司屋は経営が傾き始めた。寿司ネタは毎日父さんが魚市場に仕入れに行っているし、お米も産地を厳選している。味には絶対の自信があるんだけど、値段ではどうしても大手チェーン店にはかなわない。客足はどうしても回転寿司の方に取られてしまった。かつての常連さんたちもだんだんと年を取り、新規の顧客はあまり増えない。店の経営は苦しくなる一方だった。母は日に日に家計が苦しくなることに不安を覚え、寿司屋の仕事の他に早朝と夜にパートの仕事をするようになった。朝早く、夜は俺が寝てから帰ってくるような働きっぷりに父さんも心配をしていた。本人は大丈夫だと笑っていたんだけど、やっぱり無理がたたったのか、俺が小学生になる頃には体調不良で床に伏せることが多くなった。ごめんね、ゆうくん、お父さん。私がもっと働ければ、こんなに苦労かけることないのにね。そんなことないよ、母さん。母さんが元気になってくれればそれでいいんだよ。ゆうくんはいい子ね。母は俺の顔を見ると謝るようになり、いつもすまなそうな顔でこちらを見ているように。常連さんが大好きだったマミちゃんの笑顔はほとんど見られなくなった。母さんの病気が良くなるように、俺も父さんも必死だったけど、病状は日々重くなるばかり。その後、母は治療の甲斐なく帰らぬ人となった。我が家の元気印だった母さんが突然いなくなり、家には暗い雰囲気が漂うようになった。父さんは俺を食わそうと必死に働いてくれたけど、母が亡くなったことに大きなショックを受け、過労もたたってか体調を崩すようになってしまった。俺は父を助けるため、学校が終わると店を手伝うようになった。父さんはよく、店のことは気にしないで友達と遊んでこい。
と言っていたけど、実は店の手伝いをしている方が気が楽だった。じいちゃんとの思い出の寿司屋を守りたい。そんな思いが俺にはあった。というのも、うわ、中川が来たぞ。俺たちに近づくな。貧乏が映る。俺のクラスには坪井秀樹という金持ちの息子がいて、こいつがクラスを牛耳っていた。父子家庭で貧乏な俺は坪井のターゲットにされ、教室に入るだけでまるでばい菌のように騒がれた。やーい、ボロ寿司屋。ボロ寿司屋の息子の弁当は生魚ですか？うわー、お前生臭近づくな。廊下ですれ違う時も露骨に避けられ罵声を浴びせられる。問題を起こしても親が取り繕ってくれるのか、坪井は先生に怒られても全く気にしない。俺は持ち物を隠されたり、ばい菌扱いされたりしていたし、みんな中川と口を聞いたら罰金だからな。と言われ、クラス中の誰からも相手にされなくなっていた。坪井たちにターゲットにされるまでは結構仲良くしていた友達もいたんだけど、まあ誰だって自分が可愛い。わざわざいじめられているやつと関わって自分に同じことが降りかかってくるのは嫌だよな。子供心にそれが分かっていたから、今まで仲良くしていた友達が急に口を聞いてくれなくなっても仕方のないことだと思うようにしていた。その分、俺は病気がちな父親を助けようと店の手伝いに精を出した。クラスのやつに何と言われようと、家族みんなとの思い出の寿司屋を守りたい。そんな思いが俺にはあった。それから15年。相変わらず経営は苦しかったが、父さんはなんとかだましだまし店を続けてきた。俺ももう一度じいちゃんがいた頃みたいに繁盛した店が戻ってくることを願い、店を継ぐために寿司職人の勉強に励んだ。このところはある程度寿司が握れるようになったので、具合の悪い父さんの後を継いで店の経営も任されるようになった。とはいえ、やっぱり経営は苦しいままだ。店内飲食での売り上げだけだと毎月大赤字。家族で外食することの多い週末や大型連休でさえ、うちの店には客が入ってこなくてすっかすか。閑古鳥が鳴いている。なんとか潰れずに済んでいるのは時々入ってくるケータリングの依頼のおかげだ。これだって定期的にあるわけじゃないから、毎月の資金繰りに頭を悩ませているのが現状だった。味には絶対の自信があるんだけど、どうしても大手チェーン店にはかなわない部分がたくさんあるんだろうな。材料費も高騰しているし、大々的な広告を打てるような金もない。何かいい案はないかな。その日も俺はカウンターでぼーっと店の経営戦略を考えていた。要は給料日後の金曜日、じいちゃんの頃なら常連さんだけでなく一元さんもたくさん来ててんてこまいの日だったんだが、何しろ客が来ない。せっかくだけど今日はもう店を閉めるか。俺はのれんを下ろそうと店先に出た。そしてちょうどのれんに手をかけたところで、あ、もう終わりですか？と声をかけられ振り向いた。スーツを着た仕事帰りの男女が数人集まっていて、食事をする店を探しているような雰囲気だった。あれ、中川じゃん。あ、ほんとだ、中川くんだ。覚えてる？俺、田口、小中同じクラスだった。ああ、覚えてるよ。みんな一緒にどうしたの？俺はびっくりしてすっとんきょうな声を出してしまった。そこにいたのは坪井からのいじめがひどくなる前に仲良くしてくれていた小中の同級生たちだった。そういえば中川の家って寿司屋だったっけ？こんなところにあったんだ。そうなんだ。でも全然客が来なくてさ。なんだか動揺して花金だってのに客が来てないなんて、飲食店としては恥ずかしいことを口走ってしまった。まあ昔っからうちの店が貧乏でボロいってことはネタにされてきたし、そんなことで見栄を張ることもないか。もう閉めようかなって思ってたとこなんだけど。あ、そうなんだ。じゃあ別の店探すしかないか。実はさ、俺たち学生の頃からよく集まって飲みに行ってて、いつも行く店があるんだけど、今日はそこが急遽休みでさ、この時間から飲めるところ探してるとこなんだよね。飲食店にとって今日は稼ぎ時。
そもそも仕事終わりの時間は予約で埋まっているだろう。今から店を探すのは大変だよな。残念。予約してないから今から入れる店探すの大変。どこかあるかななんて会話をしている田口たち。それならぜひうちで飲んでいってくれよ。俺は下ろしかけていたのれんを戻した。でももう閉めるんだろ？悪いよ。いいのいいの。客が来ないから閉めようって思ってただけだし。みんながうちで食事してくれたら嬉しいよ。寿司も酒もいいもの揃えてるよ。いいじゃん、お寿司。私、開店しないお寿司屋さんに入るの初めて。田口は少し遠慮してたみたいだけど、他の同級生たちに押される形で入店してくれた。俺は俺で久しぶりのお客さんにワクワクしていた。今朝市場で仕入れた新鮮な魚と厳選して揃えたうまい酒。みんなで小中時代の思い出を語りながらワイワイガヤガヤ楽しい時間が流れた。なんだかプチ同窓会みたいだねなんて誰かがつぶやき、それがまた会話を大きく盛り上げていった。美味しかった。一通りの食事が終わり、締めに熱いお茶を飲みながらみんなで一息つく。私、こんなに美味しいお寿司食べたの初めてだよ。酒も寿司に合ってて最高だった。田口たちは口々に俺の握った寿司を褒めてくれた。久々にたくさん寿司を握ったし、カウンター越しにみんなと会話もできて俺も嬉しかった。なんだかじいちゃんや母さんがいた頃に戻ったみたいだ。俺たち騒ぎすぎちゃったかな。外まで声が聞こえちゃってお客さん入ってきにくかった。こんなに美味しいならもっとお客さんが来てもいいと思うんだけどな。いやみんなが口々にそんなことを言うので俺は苦笑した。じいちゃんの代の頃は常連さんもいっぱいいて毎日繁盛してたんだけどな。今は向かいに回転寿司もできたし個人店は厳しいよ。チェーン店よりすっごく美味しいのに。もっと早く来ればよかった。私たち学生の頃から集まってたのに。そう言ってもらえて嬉しいよ。日々の経営が苦しくて忘れていたけど、やっぱり自慢の寿司を褒めてもらえるのは嬉しい。経営が厳しいとはいえ、できる限り店を続けたい。みんなに寿司を褒めてもらえて、俺は改めてそう思った。中川。急に田口が真面目な顔をして俺をまっすぐに見た。子供の頃、お前が辛かった時期に見て見ぬふりしてごめん。震えるような声で田口が言った。それを聞いた周りの同級生たちも、私もごめんなさい。俺もごめんな。許してもらえないかもしれないけど本当にごめん。みんなで頭を下げてきたから俺は困惑してしまった。待って、そんな昔のこと大丈夫だからさ。せっかく楽しくやってたのに締めっぽくなっちゃうじゃないか。本当は中川が大変なの分かってたんだ。それなのに勇気が出なかった。実は今日も坪井から連絡が来ててさ、あいつらと飲むと自慢話ばっかりで俺たちのこともバカにされるし、子供の頃から本当は迷惑してたんだ。行きつけの店を知られちゃってるから断るに断れないんだよね。でも今日はいつもの店が休みだったからラッキーだったの。あの時は中川にばっかり負担させちゃってたと思うんだけど、私たちも本当は坪井のこと嫌だったんだよね。それなのに中川のこと無視しちゃって本当にごめん。みんなそんな風に思ってくれてたんだ。もう過ぎたことだし、俺は気にしてないよ。俺だってみんなの立場だったらみんなと同じように見て見ぬふりしてたと思うからさ。俺は明るい声でそう言った。本当にもう気にしていないのだ。それより今日、こうして同級生たちが来てくれたことがとても嬉しかった。もしよかったらさ、これからもちょくちょく食べに来てよ。またみんなと話したいし。わかった。また絶対食べに来る。なんならランチでも来たいな。本当に美味しかったし。ありがとう、みんな。もう一度明るい雰囲気に戻り、そろそろお開きにするかとなったところで、入り口の引き戸が開く音がした。
いらっしゃいま。いたいた。おい、田口、いつもの店って言ってたからわざわざ足を運んでやったのに、今日は休みじゃねえか。連絡しても返事もしねえし、まさかこんなボロい店にいるとは思わなくて、いろんな店を探して歩いちまっただろ。ちゃんと連絡しろよな。しけた店だな。おい。聞き覚えのある声。カウンター越しに声をかけた俺は、のれんをくぐってきた客の顔を見て驚いた。名指しされた田口は、見るからにめんどくさそうな顔をしている。つぼい。そばかすだらけの顔にだるまのような鼻。店に入ってきたのは忘れもしないあのつぼいだった。田口たちを探しながらどこかで飲んできたのだろう。見るからに酔っ払ったあから顔だ。どこかのブランドの高級なスーツを着崩し、昔と同じように取り巻きを連れている。お前、中川か？向こうも俺に気づいたみたいだ。なんだ、ずいぶんしけた店だと思ったら中川の店か。今時個人の寿司屋なんて繁盛しないっすよね、坪井さん。店を見回し、クスクスと笑う姿も昔と同じだ。昔やられた嫌なことが脳裏をよぎる。それでも今は店と客の立場だ。せっかくやってきた客を追い返せるほど経営は甘くない。俺は感情を押し殺し、店主として声をかけた。カウンターとテーブルどちらでも好きなところにおかけください。いやいいわ。こんな古臭い店じゃ飲み直す気にもなれねえよ。おい、坪井。お前、俺たちを探してたんじゃないのか？中川に失礼だろう。嫌味を言いながら首を返した坪井たちに田口が声をかける。子供時代のよしみでこの俺が仲良くしてやってんのに、そんな口の利き方をしていいのか？子供の頃のことは関係ないだろ。いたずらに店を冷やかすなんて大人のマナーとしてどうなんだと言ってるんだ。お前、俺がいくら稼いでるか知ってんのか？こんな店に集まってるような奴らに大人のマナーなんて言われる筋合いは。いや、待てよ。おい中川、この店何人座れんだ？昔は宴会とかもやってたから40人くらいはいけると思うけど。坪井は少し考えた顔をする。それならちょうどいいな。中川が店主ならちょうどいい。ここ同窓会の会場にするぜ。どういうこと？俺は思わず聞き返してしまった。俺たちも何も聞いていないぞ。同窓会の話なんてあった？田口たちも首をかしげている。うっせえな。今俺様が決めたんだよ。この店を会場に同窓会を開く。この坪井様自ら幹事を買って出るんだ。お前ら全員出席しろよ。強引さも昔のまま変わってないな。中川いいよな。お前の店のために一肌脱がせてくれよ。俺だって子供のままじゃねえんだよ。社会に出ていろんなことを経験したんだ。まあ子供の頃はそんなことわかんなかったからいろいろお前にひどいことしたとは思ってるよ。だから同窓会を開いて仲直りしようぜ。全員集まれば40人。その代わりこの俺の舌をうならせるようなとびきりの寿司と酒を用意しろよな。詳細は後で連絡すると言って坪井はひらひらと手を振り上機嫌で店を後にした。突然決まった同窓会と団体予約。田口たちにも口々に大丈夫かと心配された。確かに坪井が昔と同じ横暴な態度のままだったのは不安だけど、さすがに大の大人になったことだし店と客としての立場だから大丈夫だろう。それに経営区の今団体予約は正直言ってものすごく嬉しい。当日は父にもサポートに入ってもらって精一杯同窓会を盛り上げるぜ。その時の俺はだいぶ浮かれていた。朝一で仕入れたとびきり新鮮な魚、
この日のために選んだ一押しの酒。レイアウトも団体様向けに整え、隅々までピカピカに掃除した店内。日は傾き始め、周囲の飲食店にも客が入り始めた。そろそろ予約の時間になる。宴席の準備は万端だ。忙しくなりそうな一日に俺はワクワクしていた。今日は父さんもカウンターに立って一緒に寿司を握ってくれる。じいちゃんや母さんがいた頃の店に戻ってきたようで、忙しさが嬉しくて仕方がない。忙しい時に限って電話って鳴るんだよな。俺は店内の最終チェックを父さんに任せると、店の奥にある電話の受話器を取った。はい、中川寿司店です。ああ、やっと出たな、中川。坪井か。今日の同窓会の話だけど、お前の店はキャンセルな。え？電話越しに上品な音楽と取り巻きたちの笑い声が聞こえる。どうやら坪井はどこか別の店にいるらしい。古臭くて貧乏が映るような店より華やかで高級な店にやることにしたんだわ。残念だったな。俺は小さくため息をつく。さ、同窓会ならもう終わったよ。あ？何言ってんだ？今日はこの高級和食店で同窓会なんだよ。あ、悪い。お前には連絡し忘れたかもしれねえけどな。これからみんな来る予定だ。その情報ならみんなから教えてもらったよ。だけど、悪いけどみんな、お前たちとは同窓会したくないってさ。はあ？お前何わけのわかんないこと言ってんだ？それで、ついこの間お前たち抜きの同窓会を俺の店でやったぜ。だから、今日のお前の同窓会には誰も行かないぞ。実は、坪井たちが俺の店で同窓会を企画した後、俺以外の同窓会出席者には、いい店が見つかったから店を変更したという連絡があったらしい。あれからちょくちょく店に立ち寄ってくれるようになった田口たちが俺に教えてくれた。もちろん俺にはキャンセルの連絡なんて来ていなかったから焦った。せっかくの団体予約がなくなるどころか何も知らずに準備をしていたら大きな損失になっていた。もしかして坪井たちそれを狙ってるんじゃないか。そう言って俺のことを心配してくれた田口が同窓会メンバーに連絡を取ってくれて、当初の予定通り俺の店で同窓会をしようという話になったのだ。さらによくよく話を聞いてみると、同級生たちはみんな坪井たちのわがままな態度に辟易していたようで、どうせなら坪井たち抜きで同窓会をしないかという話になったのだ。そしてみんなのおかげで無事同窓会を開催することができた。久々の団体客の予約で店が活気を取り戻したようだった。受話器の向こうからは、そんなわけねえだろ。でも坪井さん、集合時間を過ぎてるのにまだ誰も来る気配がありませんよ。もしかして本当に誰も来ないんじゃなんて会話が聞こえてくる。そして電話口からは俺を罵る坪井の声が聞こえてきた。てめえ、この俺をはめやがったのか？はめるも何も、俺のことをはめようとしたのはお前らだろ？貧乏中川のくせにいい気になるんじゃねえぞ。お前のボロ寿司屋なんか俺の親父に言いつければひとたまりもないんだからな。本当にこいつは子供の頃から何一つ変わってないんだな。自分のやりたい放題やっておいて困ったら父親に言いつける。俺はもう一度ため息をついた。さ、うちの店、お前の親父さんの会社と取引決まったの。それも結構大口の。お前がそんな態度なら契約を打ち切るよ。お前のとこから買ってる商品なんて他にいくらでもいい取引先があるからな。は？てめえ、でたらめ言ってるんじゃねえぞ。店の方から俺を呼ぶ父の声が聞こえる。それじゃ、忙しいから切るぞ。俺はそう言って受話器を置くと店内に戻った。今日の団体予約はなんと、大食い動画で大人気のインフルエンサーご一行様だ。実は同級生の中に大食い動画で大バズりのインフルエンサーがいて、同窓会の時に俺の店の寿司を食べてめちゃくちゃ褒めてくれた。ねえ中川、ぜひ中川のお店を動画で紹介させて。え？動画？
ひろこ、今話題の大食いインフルエンサーなんだよ。若い子たちはみんな見てるっていうくらいバズっててすごいんだから。私、大食い企画でいろんなお店に行ってるけど、こんなにお寿司が美味しいお店初めてだよ。そう言ってもらえると嬉しいよ。ぜひ紹介してくれよ。ひろこは本当に自分の動画の中で俺の店の名前を挙げてくれた。すると、その動画を見た若い人たちが連日寿司屋に行列を作るようになった。回る寿司よりこっちの寿司屋の方が断然美味しいし、コスパもいいよ。それだけでなく、その後正式に動画撮影で使いたいという依頼があり、友人のインフルエンサーたちを誘って寿司食べ放題を企画してくれたのだ。ということで、今日はたくさん食べてくれる客が山ほど来るわけで、俺と父さんの腕の見せ所というわけだ。それ以外にも同級生たちが SNS で店の情報を拡散してくれたおかげで、同窓会の後、寿司屋はありがたいことに連日大盛況となっている。その時に提案されて始めたランチ営業も大盛況。近くに勤めてる同級生は同僚を誘ってランチに来てくれるようになった。ありがたいことに夜の予約は半年先まで埋まってしまった。あの時、田口たちと再会したことをきっかけに、いろんなことが上向き始めた。子供の頃は辛かったけど、めげずに頑張ってよかったとすごく思っている。こんにちは。今日も大繁盛だな。田口たち同級生は今や常連さんと呼んでも差し支えないくらい頻繁に足を運んでくれるようになった。カウンターに座る田口たちとの会話を弾ませながら、俺は今日も寿司を握っている。あ、そうそう。坪井はあの後、本当に父親に連絡をしたらしい。坪井の親御さんが菓子折りを持って店に謝りに来た。この度はうちの息子が大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。悪質なドタキャンは店に声に損害を与える行為です。もう子供ではないですし、大人として最低限のマナーは身につけていただかないと。全くもってその通りです。我が子可愛さのあまり子供の頃に随分甘やかして育ててしまった結果です。本当に申し訳ありません。今回は友人たちのおかげで大きな損失にならずに済みましたが、こんなことをされてはうちもオタクとの取引を考え直さないとならないです。俺は正直に自分の気持ちを伝えた。坪井の親御さんは深々と頭を下げていた。俺の店は先日の同窓会からの大繁盛を受け、坪井の父の店と大口の取引を結ぶことになった。今うちが契約を打ち切ったら、坪井の家はかなりまずいことになるんだろう。あれだけ傲慢な坪井の父が頭を下げてくるとは。そして、それまで親の七光で生きてきた坪井だったが、今回はとうとう見限られたようだ。このドタキャン騒ぎで家を追い出され、今は小さな工場で働いているんだとか。ほとんど真面目に働いたことがない坪井には相当答えるみたいで、毎晩のように父親に泣き言を言う電話が入っているみたいだが、それも全部無視していると言っていた。時には親もこう突き放さないと。それも愛情だ。坪井がそれを分かっているかは分からないが。病気で体調を崩しがちだった父も、店の経営が安定してきたことで心の負担が軽くなったのか、最近では一日店に立つことが増えてきた。それどころか、お前の握り方は甘い。まだまだお前一人には任せられん。なんて言って張り切ってカウンターに立っている。子供の頃は苦労したけど、家族みんなの店を守ろうと決めて本当に良かった。裕福な家庭に生まれるのか、貧乏な家庭に生まれるのか。生まれる家は選べないけど、その先にある幸せは自分の行いで掴み取ることができる。親の力に頼った人間関係は子供の頃はいいかもしれないけれど、大人になったら通用しない。今目の前に苦労があったとしても、それに対して誠実に向き合っていくことできっと道は開ける。俺はこれからもこの店を守ってうまい寿司を握っていこうと思う。あら、こんな高級レストランに似合わない人がいる。無理しちゃって。ある日突然、俺を振った元恋人と高級レストランで再会。
俺がこのレストランにいることがおかしいようで、笑いながら見下してきた。相変わらず冴えないわね、あなたって。あんたみたいなのがいると、空気が悪くなるわ。私の目の前から消えてくれる？にやつく元カノ。相変わらず嫌なやつだな。俺が呆れていると、俺の隣に美人シェフがやってきた。そして、シェフが発したある一言で、元カノは地獄を味わうことになる。これは、俺が失恋を乗り越え、幸せになるまでの物語。そして同時に、一人の女性が自信を身につけ、自分の人生を歩んでいく物語だ。俺の名前は泉秀、30歳。職業は、とあるイタリアンレストランの店員。そのレストランを経営していた、今は恋人となった彼女と出会ったのは、今から半年と少し前。当時、俺は人生のどん底を味わっていた。ああ、もう嫌だ。かつての俺が働いていたのは、いわゆるブラック企業だった。早朝出勤や休日出勤、長時間のサービス残業など当たり前。給料は安く、そのくせ仕事は膨大で、決まって毎月限界を迎えた同僚の一人や二人が辞めていくような。そんな環境で、俺は限界を感じつつも、なんとか踏みとどまって働き続けていた。あの頃の自分には、会社を辞められない理由があったから。お疲れ様。だけど今日はもうラストオーダー過ぎちゃったのよね。だらしなくテーブルへ突っ伏した俺に、女性の店員が水を持ってきてくれる。もうそんな時間？知らなかった。本当はダメだけど、今日は特別ね。ご注文は？いいの？泉さんだから、特別ね。人差し指を唇に当て、にっこりと笑う。その仕草がドキッとするほど色っぽくて、子供のように可愛らしくもあって、去っていく背中に見惚れながら、胸に改めてこみ上げる思いがあった。俺は、この人が好きなんだ。過酷な日々で心をすり減らしていた俺にとって、唯一の癒しと呼べた習慣。それは、とあるイタリアンレストランに通うことだった。会社近くの繁華街、その端の路地裏にひっそりと立っていた、とても小さな店だった。けれど、外観はそのロケーションに似合わないほど洗練されていて、デザイン関係は素人の俺でも思わず目を引きつけられるものがあった。なんだか芸能人がこっそり通っていそうな店だな。自分みたいな、こんなくたびれた会社員が入ってもいいのか？そんな印象を抱き、はじめはドアノブに手をかけることも戸惑われた。しかし、残業終わりの深夜まで開いている店は、近くでここ以外になくて、多忙から昼食を食べ損ね、もはや空腹の限界だったこともあって、俺は思い切ってそのレストランに飛び込んだ。すると次の瞬間、いらっしゃいませ。あ、一目惚れだった。深夜にもかかわらず、まるで太陽のような明るい笑みで迎えてくれた美女に、俺は一瞬で心を奪われたのだ。それが彼女、桜井結香さんとの出会い、そして半年にわたる片思いの始まりだった。彼氏？いないいない。絶賛募集中です。料理を運んできた結香さんが、あっけらかんと笑ったので、俺は内心、ほっと胸をなで下ろした。そして、こんなに安心するなら、もっと早くに聞いておけばよかった、とも後悔した。何せ、半年もうじうじと悩んでいたのだから。桜井さん、いえ、結香さん、あなたが好きです。俺と付き合ってもらえませんか？他にお客はいなかったのが幸いだった。唖然とした結香さんの声に、俺ははっと我に返り、
すごすごと椅子に座り直した。きっとドン引きされたはずだ。顔は燃えるほど熱いのに、頭の芯は冷水をかぶったようにさーっと冷えていった。ごめんなさい。もはや食欲もないけれど、残すのはもったいない。少し冷めてしまったパスタを、俺はうつむきながら口に運び始めた。やっぱり美味しい。まるで、ゆいかさん本人のように、いつもの温かくて元気づけられる味だった。泉さん？はい。少し怒っているようなトーンで呼びかけられ、俺は恐る恐る顔を上げた。どうして謝ったの？嬉しかったのに。泉さんがそんな風に思ってくれてたんだって。私知らなくて、ちょっとびっくりしたけど、嬉しかったのに。俺から視線をそらして、薄く頬を染めて、ゆいかさんはまるで拗ねたように言うのだった。その可愛らしさ、その破壊力といったら、その時のことを、ゆいかさんは何度も思い出して笑った。しゅうくんたら、口の周りがソースだらけで、なのに真剣な顔で、あんな告白って、やっぱりおかしい。お願いします。もう勘弁してください。俺の方はいつまで経っても顔から火が出るほど恥ずかしい思い出だ。たった一つだけ幸いだったのは、ゆいかさんがその告白を OK してくれたこと。最初は目を丸くして、けれど次第に笑顔を浮かべて、俺に紙ナプキンを手渡しながら、よろしくお願いしますと言ってくれたのだった。男性と付き合うのは、実は俺が初めてだとも。その顔、まだ疑ってるでしょう。テーブルに料理を並べつつ、ゆいかさんが頬を膨らませる。だって、ゆいかさんほどの人が、まさかとは思うけど、告白されるのも？それは何度か。でも忙しかったから、みんな断っちゃった。子供の頃から、ゆいかさんには夢があった。それは、自分のレストランを経営すること。やがて調理師の専門学校で学び、数々の店で修行を重ねて、とうとう彼女は夢を叶えたのだった。この店を一緒に経営しているのは、専門学校時代の仲間なんだよね。ええ、一番の親友だったの。私から誘ったのよね。二人でレストランをオープンしないって。それを聞いて、俺は店内を無意識に見回していた。このレストランに通い始めてしばらく経つが、まだゆいかさんの親友だという人物を見たことがなかった。いつも注文を取るのも、料理を運んできてくれるのもゆいかさんで、まるで彼女が一人で経営しているかのようで、少し不思議に思っていたのだった。せっかくなら、その人にもお礼を言いたいな。いつも美味しい料理で元気をもらっているから。いいのいいの。あの子はすごく引っ込み思案で、人前に出るのが大の苦手だから。何があっても表に出なくていいって条件で、ようやく OK をもらったくらいだもの。でも、接客はゆいかさんだし、料理もゆいかさん。ついでに、店の外観や内装をデザインしたのもゆいかさんって、共同経営なのに少し負担が大きすぎない？いいの。もともとは自分の夢なんだから、自分が多くを負担して当たり前。親友が裏で支えてくれるからこそ、こうして自分は頑張れている。むしろ、あの子には感謝しなきゃと、店の奥に視線を向けて、ゆいかさんは優しい表情を浮かべた。お互い休日返上で忙しく、ろくにデートもできなかった俺たち。俺が食事をしている間だけが、二人で過ごせる貴重な時間だった。今日は特に疲れた。なんで今日が締め切りの仕事を今日の昼によこすかな。お疲れ様、しゅうくん。もうやめたい、本当に。ねえ、最近ますます遅い時間に来るけど、
転職とか考えたりしないの？気遣うように、ゆいかさんは俺の顔を覗き込んできた。いつも心配をかけて申し訳ない。でも、誰かに心配してもらえるって嬉しいものだ。俺は感激で胸をいっぱいにしながら、どうして辞めたいと言いつつ、いつまでもブラック企業を辞めないのか、その理由を初めて明かすのだった。俺も夢があるんだ。夢？うん。俺の夢。それは、おもちゃのデザインから販売までを手掛ける会社を作ることだった。子供の頃って、よく親なんかにおもちゃを買ってもらったよね。あの時の気持ちが忘れられなくてさ。俺の場合は祖父母だった。たった一人の孫として甘やかされ、会うたびにおもちゃを買ってくれたものだ。けれど毎回、新鮮にワクワクドキドキした。あの時の気持ちを、今度は自分が子供たちに届けたいと思ったから。そのために、今は少しでも開業資金を貯めないと。あら、それなら、うちに週4で通ってる場合ではないんじゃない？それは特別ってことで。からかうような調子のゆいかさんに、俺は慌てて弁明した。このレストランに通う分、他の部分をしっかり切り詰めていると。正直、それでも生活はギリギリだったが。でも、シュウ君は社長さんになるのね。すごい。まだ叶うと決まったわけじゃ。きっと叶えられるわよ、シュウ君なら。それに続く彼女の言葉で、俺はドキッとさせられた。もし社長さんになったら、私、養ってもらっちゃおうかな。え？ゆいかさんを養う。それはつまり、冗談冗談。そんなにずうずうしくないわよ。さすがの私だって。なんだ、冗談か。額に浮かんだ汗を拭って、俺もゆいかさんに合わせて笑った。冗談という言葉に、胸が少しだけズキッと痛んだ。なぜなら俺は、そのつもり。夢を叶えた時は、結婚したいって、俺は、そのつもりだったけど、ゆいかさんは、シュウ君。爆発しそうなほど心臓をドキドキさせて、俺は彼女の返事を待った。すると、しばらく間があって、実は私も、そう言って、ゆいかさんは満面の笑みを浮かべたのだった。彼女と過ごす時間の中で、これが幸せの絶頂になるなんて、すっかり浮かれきった俺は、もちろん想像すらしていなかった。ゆいかさんと出会ってもうすぐ1年。付き合い始めて半年になる頃、俺は珍しく祝日に会社を休むことができた。そして、ちょうどレストランが定休日だったゆいかさんと、初めて日中の外でデートすることができたのだった。俺の方を振り返りつつ、はしゃいだ足取りで街を歩くゆいかさん。初めて見る私服のワンピース姿で、いつも一つにまとめている髪を下ろしている姿は、眩しいほど綺麗で、俺だけでなく、道行く人々もみんな目を奪われていた。ゆいかさん、もうちょっとこっちに来て。どうしたの、シュウ君。見てるから、みんな、ゆいかさんのこと。なんだか油断してると、横からさらわれていっちゃう気がしてさ。あんまり綺麗だから。何それ。私のこと好きすぎでしょ、シュウ君って。そりゃもちろん。ところが、そんな不安は、思ってもみなかった形で的中したのだった。シュウ？お前シュウだよな。不意に声をかけられ、背後を振り向くと、そこには、とても懐かしい、驚くような人物が立っていた。和樹？やっぱり。何やってんだよ、シュウ。全然連絡もよこさないで。心配してたんだぞ。とうとうブラック企業に潰されたかってよ。和樹が、俺を。
バカ、当たり前だろうが。俺たち幼馴染だろ。そう言って、白い歯を見せて笑う長身の男性。彼の名前は吉永和樹。小学校から高校まで一緒だった地元の同級生。つまり、俺の幼馴染だ。和樹、地元に帰ったって噂を聞いたけど。誰に聞いたんだ、そんなん。俺はずっとこっちにいたぜ。しかし、柊の方は、相変わらず垢抜けないままだな。本当に東京暮らしなのか？実家の農業を継いだって言われた方が違和感ないぜ。はは。そうだ。こういうところがあるから、俺は和樹が苦手だったんだ。昔から勉強もスポーツも優秀で、加えてイケメン。目立たない存在だった俺とは反対に、いつもクラスの中心にいた和樹。しかし、性格には少し難があって、自分より下だと思った人間は、徹底的に見下すようなやつだったのだ。ねえ、柊君、この方は？ああ、彼は、そういうわけで、あまり気乗りはしなかったが、俺はゆいかさんにも和樹を紹介しようとした。すると、それより早く和樹が動いた。へえ、かわいいじゃん。まさか柊の彼女？はじめまして、柊の親友で、吉永和樹です。ゆいかさんの顔を覗き込み、にっこりと爽やかに笑う。まずいと、俺は焦った。一応は幼馴染で、嫌でも一緒にいたからわかる。あれは、目の前の女性に興味がある時の外面だ。これから予定があるから。またな、和樹。行こう、ゆいかさん。ゆいかちゃんって言うんだ。またね。ひらひらと手を振る和樹と、ぽーっと顔をあからめるゆいかさんを無理やり引き離す。彼女も彼女で、あまり男性に免疫がない。顔だけはイケメンの和樹に、あんな少女漫画みたいな挨拶をされたら、まさか彼女に限って、そう思いながら、やがて悪い予感は的中した。ねえ、柊君、和樹さんってどこにお勤めなの？数日後、俺がゆいかさんのレストランを訪れた時だ。注文を取るのもそこそこに、彼女はそう尋ねてきた。ゆいかさん？どうして？ああ、一応聞いてみただけ。この辺りにお勤めなら、食べに来てくれないかなーって。ほら、お客さんは一人でも多い方がいいでしょ？和樹なら、俺はとある企業の名前を挙げた。就職が決まった時、和樹が散々俺に自慢してきた会社名だ。その途端、ゆいかさんは目を輝かせた。大手じゃない。すごい。かっこいいのに仕事もできるなんて完璧。ああ、いや、今はどうだか。また街に行ったら会える？ああ、今から緊張してきちゃった。ああ、もはやゆいかさんは、和樹に対する興味を隠すふりもしなくなってしまった。それから、彼女に連絡しても繋がらないか、既読無視される日が増えて、レストランの閉店時間は急に早くなり、俺が行く頃には終わっているようになって、やがてついには、もう終わりにしてほしいの。珍しく仕事が早く終わり、久々に営業中のレストランを訪れた日。席に着くなり、俺はゆいかさんに別れを告げられた。ここにももう来ないで。彼が嫌がると思うから。彼って、まさか和樹？震える声で尋ねると、彼女は頬を染めてこくりとうなずいた。ある程度予想はしていたのに、俺は雷に打たれたようなショックを受けた。仕方ないでしょ？もうダメなの。気持ちを抑えられない。会うたび好きになっていっちゃうんだもん。まるで初めて恋をした女の子みたいだと。俺は呆然としながら赤くなってはしゃぐゆいかさんを眺めていた。こんなものより
もっとひどい言葉を投げつけられながら、シュウ君、あなたのことは気の迷いだったみたい。ちょうど彼氏が欲しい時に告白されたから、私もその気になっちゃった、みたいな。だから、きっと恋愛感情じゃなかったのかなって。だって和樹くんと比べたら、ねえ。有名でもない会社だし、その上デートもろくにできないブラック企業だし、和樹くんは一流企業勤めで、私がしたいときいつでもデートしてくれるんだって。というか、おもちゃの会社を作りたいだっけ？いい年して、いつまでも子供みたいな夢を追いかけてるって。そう、幼稚なのよね。バリバリ働いている和樹くんに比べると。真剣な夢まで馬鹿にされ、俺はとうとう椅子を立ち上がった。そして、ショックと怒りのまま飛び出したのだが、翌日、再びレストランを訪れてしまった。今度は、上司の残業命令を無視してまで。もう来ないでって言ったじゃない。何の用？あからさまに嫌そうな顔をするゆいかさん。俺は、それでも彼女に伝えることがあった。本当に和樹でいいのか？はぁ？腐っても幼馴染の俺は、彼の本性をよく知っていた。人を見下す癖なんて可愛いものだ。彼にはもっと他に大きな問題があったのだ。とにかく、俺の話を聞いてほしい。和樹だけはダメなんだ。あいつは。俺は和樹について自分が知っているありのままを話した。けれど、ゆいかさんは少しも聞く耳を持ってくれなかった。いい加減にして、この忙しい時間に一体何の用かと思ったら、私に振られてそんなに悔しいの？おまけに親友の悪口言うなんて性格悪すぎでしょ。違う。そうじゃなくて、ゆいかさんのために。私のため？違うわ。あなたは私とやり直したいだけでしょ？みっともない。そうじゃないって、俺は。最低、泉さん。もはや、シュウ君とも呼んでくれず、冷たく凍てつくような目をして、ゆいかさんは俺をなじった。恋人の幸せを邪魔する卑怯者。幼馴染に何一つ叶わないからって、腹いせにデマをばらまく最低の人間だと。私、何を言われてもやり直すつもりはないので、これ以上付きまとうなら警察を呼びます。さようなら。待って。俺の目の前で、ドアがバタンと無情に閉められた。この失恋は、俺にとって想像以上にショックだったらしい。翌日から仕事が全く手につかなくなり、いくつもミスを重ねた。取引先にも迷惑をかけ、上司には激しく叱責される毎日。そしてついに、いい加減にしろ泉。やる気がないならやめてしまえ。それは、クビですか？ああ、クビだよ。今すぐにでも追い出してやるよ。こんな役立たずは。それもいいかもしれないな、と思うほど、俺は追い込まれていた。この会社に、この町にいては、嫌でもゆいかさんのことを思い出してしまう。いっそ、離れた方がいいんじゃないか、と。そして後日、本当に解雇通知が届いた。職務怠慢だなんだと、上司が理由を並べて罵ってきたが、俺の耳には入らなかった。仕事も、ずっと追っていた夢も、全部どうでもいい。どうにでもなれと、完全にどん底の気持ちだったから。いよいよ未練がましいよな、俺も。自重しながら立っているのは、常連だったレストランの前。多い時には週4で通った。ゆいかさんとの思い出が強く残る場所。今日は地元に帰る日だというのに、これで最後だからと、つい足が向いてしまったのだ。ゆいかさんに会えなくてもいい。もう一度だけ、遠くからでも姿を見られたら、初めて明るい時に見たが、やはり洗練された
センスのいい外観だ。思わず感心しながら、そっとレストランに近づいたとき、ふと、あるものに気がついた。今ってランチ時だよな。腕時計を確認すると、やはり昼の12時過ぎ。レストランにとっては稼ぎ時のはずなのだが、そのドアには準備中の札がかけられていた。変だなぁ。確かゆいかさん、ランチタイムは女性客で大忙しだって。窓の小窓から中の様子を伺ったその時、突然ドアが開いて、中から女性が姿を現した。お客様ですか？おどおどとした。とても小さくて消えそうな声。とても小柄で、前髪を長く伸ばした、地味で暗い印象。ゆいかさんではなかった。空いてないですよね。顔を真っ赤にして、か細い声を振り絞るように、その女性は俺に告げた。簡単なものでよろしければ、お出しできますと。じゃあ、お願いします。どこか切羽詰まった様子に、俺は断りきれずそう答えた。女性はコクコクとうなずき、レストランの中に戻っていく。その後に続いて、俺も久々に足を踏み入れたのだった。ゆいかさんに咎められれば、その時はその時だと。ところが、店内のどこを見回しても、ゆいかさんの姿はどこにもなかった。ここは、桜井さんという方のお店では？料理を運んできた女性に尋ねると、彼女はうつむいてしまい、暗い印象がさらに強まった。そして、またか細い声で答えてくれた。桜井は、つい先日に辞めましたと。辞めた？はい。耳を澄ませて、かろうじて聞き取れた内容によれば、共同経営者だったゆいかさんが急に辞めてしまい、店の経営は彼女が一人で行うことに。けれど、当然ながら人手は足りず、やむなくランチ時に店を閉めることになってしまったらしい。そして、つまり彼女は、もしかして、桜井さん、ゆいかさんの親友で、一緒にこの店を始めた花ちゃんですか？女性、茅ヶ崎花さんが、初めて大きな声を上げる。彼女の話はゆいかさんによく聞いていた。二人とも名前に花の字があった縁から、すぐに仲良くなったのだと。私のこと、知って？ゆいかさんの話を総合すると、正直あまりいい印象は持てなかったが、共同経営者だというのに、大半のことをゆいかさんに押し付けて、自身は店の奥から出てこずに、いつも簡単な雑用ばかりだと。だから、彼女が茅ヶ崎さんだと知ったときは意外だった。とても人に仕事を押し付けられるような人物には見えなかったから。料理、すみません。出来合いで。どうも。ふと我に返ると、目の前には少し冷めてしまったパスタが。出来合いだというが、見た目は十分に美味しそうだ。いただきますと口に運んだ瞬間、ガツンと脳天を殴られたかと思った。美味しい。いや、美味しいなんてものじゃない。とんでもなく、確実に、この店で食べた料理で一番美味しい。すごい。こんなに上手なら、どうして今まで料理をしなかったんですか？感動のあまり、俺は茅ヶ崎さんに尋ねていた。すると彼女は、しばらくポカンとした表情を浮かべて、やがて、決まり悪そうに口を開いた。料理してました。女性のお客様には、たまに男性の方が来た時だけ、自分が料理をすると、ゆいかちゃんが。彼女が語る真実。それは、俺が知っているものと大きく違っていた。まず、この店で主に料理をしていたのは、ゆいかさんではなく彼女。さらに、
仕込み作業や後片付けなども、すべて茅ヶ崎さんが行っていたという。共同経営者なのに、私は何もしていないって、そうゆいかちゃんが言ったんですよね。はい。それ、半分間違いで、もう半分は正解です。どういう意味ですか？私、ゆいかちゃんがいないと何にもできなくて。茅ヶ崎さんはそう言って、どこか諦めたような笑みをかすかに浮かべた。専門学校時代から料理は褒められるのに極度の上がり症で、同僚たちともうまくコミュニケーションが取れず、もちろん接客なんてもってのほかで、どこへ修行に行ってもうまくいかず、料理の道自体を捨てようとしたとき、同級生だったゆいかさんが声をかけてくれたそうだ。表に出ることは全部私がやるから、何も心配しないで一緒にレストランをやって、と。思えば、私たち、お互いを利用していたんですよね。私は裏方に集中させてくれる人が、ゆいかちゃんは面倒事を全部引き受けてくれる人が欲しかった。似た者同士です。だけど私は、ゆいかちゃんみたいに接客できない。センスもないし、まして綺麗でも、別に私じゃなくても、ゆいかちゃんは大丈夫だけど、私、ゆいかちゃんがいなかったら、何もできない。長い前髪の奥から、涙の粒が次々と手元のお盆に落ちる。しまいには床にしゃがみ込んで、茅ヶ崎さんは泣いた。急にゆいかさんがいなくなってから、きっと一人で不安に耐えつつ、経営を続けていたんだろう。経営者というには気が弱いし、確かに接客は不向きそうだけど、ちゃんと責任感のある、しっかりした女性じゃないか。どうせこの先どうでもいい人生なら、いっそこんな人のために使った方が有意義じゃないか。茅ヶ崎さん、何もできなくありませんよ。え？茅ヶ崎さんは料理ができるじゃないですか。それもすごく上手です。あまりにも美味しくて、ソースまで完食しちゃいました。ほら。すっかり空になった皿を掲げると、茅ヶ崎さんは涙に濡れた顔を上げた。でも、料理ができても接客できないんじゃ。俺にやらせてください。接客。え？実はついさっき、会社をクビになったところで、ここってバイトを募集していたりしませんか？できれば、未経験者歓迎で。そういうのは、みんなゆいかちゃんが決めていて、今後は茅ヶ崎さんが決めないと。いや、決めていいんですよ。ここの店長なんですから。前髪でよく見えなかったが、その顔がパーッと輝いた気がした。そして、はっきりとした声で、バイトを募集中ですというのが聞こえた。そのバイトに、俺は即座に応募。そして、無事に採用されたのだった。店長、お客様からクリームパスタのソースを豆乳に変えてほしいそうです。わかりました。少々お時間いただくと伝えてください。茅ヶ崎さんと働き始めて、俺はいくつか知ったことがある。まず、彼女がキッチンに立つとき、ヘアピンとバンダナできっちり髪をまとめる。いつも隠れがちな表情がよく見えて、料理中の真剣な顔は、まさにプロの料理人そのものだ。また彼女の料理の腕は、俺が想像していた以上に素晴らしいものだった。アドリブにも強く、お客様の無茶な要望にも軽く応えてしまう。そして、泉さん、完成したら早く持って行って、冷めるので。はい。でも静かに運んでください。盛り付けが崩れるので。はい。それから、料理に関わることに限って、茅ヶ崎さんは人が変わったように厳しくなる。そして閉店後は、決まって反省会が始まるのだった。今日こそやめたくなっちゃいましたよね、泉さん。私また、あんなきつい言い方ばっかりして、どうしよう、明日から一人で。やめませんって、この半年間ずっとそう言ってるじゃないですか。本当に？はいはい、本当です。ほら、さっさと掃除しちゃいますから。
表の看板をしまってくださいよ。はーい。こんな気安い会話ができるほど、俺たちは半年ですっかり仲良くなった。茅ヶ崎さんは表情が豊かになって、厳しいプロの顔をする時もあれば、屈託なく笑う時もある。笑っている顔などは、時々ハッとするほど可愛らしくて。そういえば、この頃彼女は変わった気がする。なんというか、以前より綺麗になったような。看板しまってきました。茅ヶ崎さん。前髪、そういえば切りました？あ、実は、ちょっとだけ、変ですか？全然、すごく似合います。もちろん。それは良かったです。恥ずかしそうに笑う表情にも、赤らめた顔をうつむかせる仕草にも、なぜか胸の鼓動が速くなる。すると、茅ヶ崎さんは、さらに鼓動を早めるようなことを言い出すのだった。実は、前から好きな人がいまして。え？とても真面目で優しくて、かっこいい人で、その人のために自分磨きを、髪の手入れやスキンケアなんかを少々。確かに、綺麗です。すごく。綺麗だって、一度でいいから言われたくて、でも、叶っちゃいましたね。え？まっすぐ俺の顔を見て、潤んだ目で茅ヶ崎さんが微笑む。そんな彼女は、これまで見たことがないほどに綺麗だった。この半年後、彼女はレストランを閉店することになる。そしてさらに半年後、跡地には別の店が新しくオープンするのだった。いやー、立派なものが建ったよな。レストランの跡地に建ったのは、これまたイタリアンレストランだった。けれど、こちらは頭に高級がつく。その店構えも、いかにも洗練された高級料理が出てきそうだと、思い出深い場所に立つ店を、俺が見上げていた時だった。花？あの女はどこ？店は一体どこに行ったの？しんみりした気分をぶち壊すように、騒がしく近づいてくる人影。大声でわめきながら近づいてくるのは、ものすごい形相をした女性だった。昔は、誰もが振り返る美人だったのに、やつれ果てているのもあって、すっかり面影がない。あんた、シュウ？ああ、久しぶりだね、ゆいかさん。俺がにっこり笑ってみせると、ゆいかはみるみるうちに顔を好調させて、ごそごそとバッグを漁り、一通の封筒を取り出して、それを握りしめ、再び大声でわめき始めた。花はどこ？地味陰キャブスのくせにこんなものを送ってきて。私がいないと何もできないくせに、さっさと撤回して謝れば、また戻ってきてやっても。それ、内容証明だよね。は？俺の一言に、ゆいかがピタリと動きを止める。そして、ずんずんと目の前に回り込んできた。どうして知ってるの？あんたが。経理を担当していたのをいいことに、自分だけ給料を増やしたり、売り上げから借金したり、みんな知ってるよ。ああ、そうだ、と、俺は彼女に会えたら伝えようと思っていた言葉を告げた。和樹と結婚したんだってね。おめでとう。エリート会社員と結婚したんだし、お金はすぐに返してあげようよ。あんた、知っていながらよくも。顔を真っ赤にして、ゆいかは髪をかきむしりながら激怒した。あの男がギャンブル癖と女遊びで借金まみれだって知ってたくせに、ちゃんと言ってくれたら勝手に連帯保証人にされることもなかったのに。それは、彼はちゃんと教えてくれたのに、あなたが聞く耳を持たなかったんだよ、ゆいかちゃん。はぁ？割って入った声に、噛みつく勢いで振り向くゆいか。そして、ぴたりと固まった。店の奥で全部聞いていたの。彼は誠実に、最後まであなたと向き合っていた。あの時から、実はちょっと好きだったんだ、シュウさんのこと。ウェーブした艶のある黒髪を触りながら、その女性が恥ずかしそうにつぶやく、控えめなメイクがよく似合う。
清楚な雰囲気をまとった華奢な女性。街を歩けば誰もが振り返る。まるでアイドルのように可愛らしい美女は、花。俺の呼びかけに、輝くような満面の笑みで答える。ひたすら自分磨きを重ね、今や地味だった面影なんてどこにもない。別人のような美女に変身して、俺の恋人になった茅ヶ崎さん。花が、花？あの地味ブスが、嘘でしょ？そう思ってたんだね。私のこと。うすうす気づいてたけど。そんなことより、あんた今、そこの建物から、どうなってるの？震える手で、花が出てきた建物を指さすゆいか。その建物とは、間もなくオープン予定の高級イタリアンレストラン。しかし、何の不思議もない話だ。もちろん、私がここの店長だからだけど。覚えてる？ここ、私たちのレストランがあった場所だよ。今はもうないけど、懐かしいよね。つまり、新しく建った店の雇われ店長ね。ゆいかは納得した顔で、急に態度を軟化させた。まるで、過去に何もなかったかのように、花とべったり腕を組み、顔を覗き込む。ねえ、花。私たち親友でしょ？昔は随分助けてあげたし、お願いを聞いてくれても罰は当たらないと思うのよね。お願い？店長なんでしょ？ここで私も雇ってよ。私の腕やセンスは、花が一番よく知ってるはず。ね、決定。悪いけど、スタッフの採用はオーナーが決めているから、オーナーと話をしてくれる？じゃあオーナーに紹介して、今すぐ。そうだね。他ならぬゆいかちゃんのお願いだもの。花の言葉に感激したような笑みを浮かべるゆいか。そして、俺には勝ち誇ったような顔で振り向いた。ねえ聞いた？私ここで働けることになったの。この店構えからして、コースは3万、いや5万を超えてもおかしくないわね。要は高級店ってことよ。わかる？相変わらず冴えないわね。あなたって。あのブラック企業でまだこき使われているの？かわいそうだけど、こんなお店には一生縁がないんでしょうね。花も随分彼と親しげだったけど、友人は選んだ方がいいわよ。格の低い相手と付き合っていたら、ただでさえ田舎臭いセンスがもっとチープになりかねないもの。ゆいかがベラベラと喋るのを、花はニコニコしながら黙って聞いていた。そして、ゆいかの言葉が途切れた瞬間、それを待っていたかのように、花は彼女のそばから離れた。花？オーナーに紹介してほしいんでしょ？いいですよね、オーナー。そう言って、花が腕を組んだ相手を見て、ゆいかは顎が外れるほど、あんぐりと大口を開けた。いいけど、たっぷり紹介はしてもらったよ。彼女の人となりはよくわかったから、面接はいらないかな。それで採用は？もちろん。残念ながら、見送らせていただきます。そう俺が告げると、ゆいかは一瞬で真っ青になった。オーナー？ここのオーナーは、彼、シュウさんよ。なんで？わなわなと震えるゆいかへ、俺は彼女と別れてからの日々について明かした。まず、クラウドファンディングだね。何？温めていたおもちゃのアイディアを実現するために、クラウドファンディングで資金を募ったんだ。貯金だけではどうしても足りなかったから。花と一緒に働きながら、ネットで資金提供を呼びかけ、同時におもちゃの試作を進める。目の回るような日々だったが、乗り越えられたのは花の存在があったからだ。彼女が俺の夢を馬鹿にすることなく、ずっと、シュウさんならできる、と応援してくれたから。彼女のおかげで、俺は無事に目標額を達成。アイディアを商品化したところ、それがネットでも話題を呼び、大量の注文が舞い込んだ。それを裁くために、大急ぎで会社を立ち上げた結果、
俺はついに、おもちゃのデザインから販売までを手掛ける会社を作るという夢を叶えてしまったのだった。だから次は、花の夢を叶える番だった。花の夢？知らなかったよね、ゆいかちゃんは。私も話していなかったから。少し寂しそうに笑い、花は明かした。私の夢は、ゆいかちゃんから卒業することだったと。私、ずっと自信がなかったの。だから私を認めて、パートナーに選んでくれたゆいかちゃんが、まるで神様みたいに見えてた。だから、ゆいかちゃんが決めることは、何でも正しいんだって。料理以外できない私は、黙って従えばいいんだって、ずっと思い込んでたの。でも、だんだん嫌だなって思い始めた。覚えてる？夜遅くまで頑張る人のために、他の店より遅い時間まで営業するって約束。たった一つ、私が希望したこと。あれ、ゆいかちゃんが勝手にやめちゃったよね。デートの時間がなくなるからって。あの時、私はゆいかちゃんから卒業したいって思ったの。少しずつ、花はゆいかの支配から逃れていった。営業時間を戻し、内装を変え、料理も自分のオリジナルを増やしていって、そして最後は、俺に店を建て替えたいと相談してくれた。この居抜き物件を選んだのも、外装をデザインしたのもゆいかちゃんなの。今のままじゃ完全には卒業できない。だから、お願いします。力を貸してください。花はそう言って、すでに会社が好調だった俺に頭を下げた。もちろん、俺がそれを断るはずもない。土地ごと建物を買い取り、取り壊して新たな店を建てた。そして明日、正真正銘花だけのレストランが、ついにオープンの日を迎える。外装や内装、皿の一つに至るまで、すべてを花が自分で決めた。このレストランのすべてが、花がゆいかから完全に卒業した証だ。今までありがとう、ゆいかちゃん。私はもう大丈夫。ちゃんと自分で選べるし、決められるから。だからさよなら。花が堂々と胸を張って、はっきりとした声で宣言する。それに対して、ゆいかはがっくりと地面に膝をついた。まるで、花が自分と決別したのが、ショックであるように。そうそう、ゆいかちゃん。お金はちゃんと返してね。あの店はなくなっても、ちゃんと記録は残してあるから。弁護士さんから内容証明が届いたでしょ？お金なんてないわよ、そんなもの。私が欲しいくらいで。ぶつぶつとつぶやくと、ゆいかはゆっくりと首をこちらに向けた。ねえ、しゅうくん。今は社長なんでしょ？社長になったら、私を養ってくれるって、あの時の約束、まだ有効？落ちくぼんだ目をこちらに向けて、薄笑いを浮かべながらすがってくるゆいか。非常にホラーな光景だ。思わず後ずさる俺の背中を、花が安心させるように優しく撫でてくれた。そんな約束はした覚えがないし、第一、養いたい女性は別にいるから。自立した立派な人で、当分、養わせてはくれなそうだけどね。夢を馬鹿にした元恋人と、応援してくれて、辛い時を支えてくれた今の恋人、どちらを選ぶかなんて、聞かれるまでもない。俺は花を促し、ゆいかの横を素通りした。悪いけど、これから明日のオープンパーティーの打ち合わせなんだ。居座るようなら、警察を呼ぶよ。行きましょう、シュウさん。花と腕を組んだまま、レストランの中に入る。打ち合わせが終わる頃、ゆいかの姿は消えていた。そして翌日、花は無事に新たなレストランをオープンさせたのだった。その後、和樹に新しい恋人ができたことから、ゆいかは離婚を切り出されたらしい。彼女は随分抵抗したらしいが、和樹は恋人と蒸発してしまい、後には記入済みの離婚届と、連帯保証人の借金だけが残されていたそうだ。
花によれば、ユイカの幼少期は非常に貧乏だったという。それこそ、おもちゃなんて買ってもらえないほどに。だから、人気レストランのオーナーになって、自分の子供には不自由をさせないが、専門学校時代の口癖だったというが、一体どこで金持ちの男と結婚して裕福になるという目標にすり替わってしまったのだろうか。道さえ間違えなければ、確かな料理の腕とセンスがある女性だった。借金から抜け出し、いつか再スタートする日が来ればと、彼女の才能を知る人間として、俺は密かに願っている。一方、俺は会社を軌道に乗せ、多くの社員を抱えるようになった。もっともっと子供たちが喜ぶおもちゃを作るを合言葉に、彼らとアイディアを出し合い、商品の開発に心血を注いでいる。とても忙しい毎日だが、俺よりもっと忙しいのは花だ。あ、シュウさん、ちょうどよかった。今がピークで。これを運べばいいんだね。任せて。花は誰にも気兼ねなく来てほしいからと、高級店ながらドレスコードを設けなかった。また、誰でも注文しやすいように、リーズナブルなコースメニューも考案。おかげで予約の電話が鳴りやまず、連日満席の大盛況だ。俺も仕事の合間を縫って、なるべく花を手伝いに行くようにしている。あ、お皿を置く向きを間違えないで。丁寧に、かつ素早く。かしこまりました、店長。見違えるほど綺麗になっても、相変わらず優しくて、仕事に厳しい花が好きだ。自信がなかった自分を乗り越え、堂々と胸を張る花を愛している。そんな彼女を、俺はこれからも支えつつ、一緒に歩んでいきたいと思うのだった。夢を叶えること、または幸せになること。その一番の近道を、俺は自信を持つことだと思っている。自信を持つことで、見違えるように輝き始めた人を知っているから。もちろん、それは決して平坦な道じゃない。自信を持つには苦労がつきもので、誰かの言葉や、あるいは自分の弱い心が邪魔をしてくるから。だからこそ、それを乗り越えた人は強い。そして夢を叶え、幸せになることができるのだと、俺は信じている。役に立たないんだよ。お荷物のおっさんは電話番でもしてな。そもそもパソコンなんて触れないだろう。突然のサイバー攻撃により混乱するシステム開発部。俺を中卒と見下す年下の社員は颯爽と PC の前に座った。見てろよ。この程度。俺がサクッと解決してやるよ。ところが、その直後、彼は愕然とした顔で青ざめた。そんな、どうして。一度は止まったサイバー攻撃が、再び再開されたのだ。悲鳴を上げ、頭を抱える社員たち。誰もが諦めかけたとき、俺は我慢の限界を迎えていた。どけ、俺がやる。30秒後、オフィスは静寂に包まれる。社員たちは役立たずと思っていた俺のことを、固唾を飲んで見守っていた。すごい。あんたは一体。そして、俺は自分の正体を明かすことになるのだった。海外にも提携企業を持ち、主な顧客はメガバンクという、業界でも指折りの大手 IT 企業。その本社ビルを、俺、藤田茂は見上げている。10年か。ずいぶん離れてたんだな。こうして間近に見ると帰ってきたという感じがするよ。俺が笑うと、隣にいる旧友もお帰りなさいと言ってくれる。10年前は中学生だった彼の息子も、なんと今では社会人。大学を出て立派に働いているというのだから、時の流れは恐ろしい。
当時は2、3年のつもりだったんだけど、こんなに長引くとは。いやいや、謝らないでよ。君のせいじゃないんだから。とにかく、ただいま。それと、またお世話になりますよ。俺は訳あって、10年間も本社から離れていた。よって、感慨深くもあり、同時に、新たな日々のスタートに、心が躍るような、今はそんな不思議な気分だ。さて、行きますか。自分で両頬を叩き、気合を入れてビルの中に入る。俺は48歳の中年システムエンジニア、つまり SE。この会社のシステム開発、管理部が今日から俺の職場だ。へえ、中は随分変わったな。お、食堂は昔のままか。焼きサバ定食はまだあるかな。どうも、お久しぶり。お互い老けたな。確か、そうそう、ここだ。懐かしい車内をキョロキョロ見回し、懐かしい同僚たちに挨拶しながら、たっぷり時間をかけて目的の部屋にたどり着いた。時刻は始業の10分前。すでに大勢の社員たちが集まり、すでに仕事を始めている社員もいる。みんな真面目そうだ。そして若い。俺はそんな感想を抱いた。ずいぶんメンバーが入れ替わったようで、どの顔にも見覚えがない。一人だけ、部長の席に座る人物が、俺を見つけて、という顔になった。藤田！かつての同僚で、この10年間も時々連絡を取っていた友人、大山だ。こちらに近づいてきて、声を潜めて話しかけてくる。大山、久しぶり。部長就任おめでとう。いつの話をしてるんだ。もう3年も前だぞ。自分の口から伝えたくて、今日からまた改めてよろしく。こちらこそ。ちなみに、大山、例の件は、もちろん、任せておけ。力強くうなずいてくれる姿は、同僚の誰より男らしかった昔のまま。デスマーチで心が折れそうになった時、諦めるな、絶対に終わるから、と励ましてくれた若手時代を思い出す。あの当時から、いずれ彼は出世するだろうと思っていた。それじゃあ、よろしくお願いします、大山部長。いつもの癖で右手を差し出しそうになり、とっさに引っ込めてお辞儀に変える。あくまで今後は上司と部下の関係だ。切り替えていかなければ。大山も察してくれたようで、部長としてオフィスの一角を指さした。藤田くん、あそこが君の席だ。みんなには朝礼で紹介しよう。ありがとうございます。それでは。再び一礼し、以前より現代的で広々としたオフィスを進む。途中、誰？多分中途の、といった声がちらほらと聞こえてくる。これは二人の約束を大山が守ってくれている証拠だ。明るくていい席だ。外は雲一つない快晴。今日の再スタートを祝ってくれているような、とても気持ちのいい天気だ。新しい同僚たちともいい関係が築けるかもしれない。そんな期待を抱き、俺は始業のチャイムをワクワクしながら待つのだった。それなのに、あんな目に遭うなんて。昨日も軽く話したと思うが、今日から一緒に働く中途入社の藤田くんだ。挨拶を。藤田茂です。お世話になります。よろしくお願いします。大山に促され、自分よりずっと若い社員たちに頭を下げる。ちらほらとした拍手の中、彼らの表情は様々だった。これで人手が増えるという安堵の表情。あんなのが使えるのかという疑いの表情。あるいは、どうでもいいという無関心の表情。
そしてもう一つの表情は、彼は朝礼の後、俺は声を潜め、ある男性社員について大山に尋ねる。なぜか大山はにやりと笑い、名字を聞けばわかると言った。折原くんだよ。うちで一番の若手だ。なんとまだ24歳だぞ。折原、まさか。思わず声が大きくなりかけ、慌てて口を閉じる。その名字には聞き覚えがあった。なんと言っても、この会社の社長と同じだからだ。そのまさかだよ。彼は社長の一人息子だ。そうか、あの子が。彼は折原海斗くん。その名前も、この会社に入ったことも知っていた。だが、数年前に見せてもらった写真と随分違うので、パッと見ても誰だかわからなかったのだ。彼がどうかしたか？いや、ちょっと気になって。俺がそう言うと、大山は、そうか、ならちょうどいいな、と笑った。折原くん、ちょっと。大山が呼びかけると、爽やかなルックスの、いかにも今風な青年が駆け寄ってくる。お呼びですか、部長。君、この藤田くんに仕事を教えてあげてくれ。俺がですか？頼むよ。海斗くんの肩をポンと叩くと、大山は返事も聞かず言ってしまう。すると、爽やかだった雰囲気は一変した。はぁ、何を教えろって言うんだよ。すると、爽やかだった雰囲気は一変した。はぁ、何を教えろって言うんだよ、こんなのに。顔を歪めて吐き捨てる彼に、俺はやはり見間違いではなかったと確信した。朝礼で挨拶した後、彼だけが奇妙な表情を浮かべている気がしたのだ。ストレートに言えば、こちらを完全に下と認定したような、そんな意地悪く歪んだ認識に満ちた表情だった。そう、今と全く同じような。どうも、藤田です。よろしくお願いします。俺は私立の N 大出身だけど、おっさんは？いきなりの、なかなかなご挨拶に面食らう。N 大といえば誰もが知る名門だが、早くも学歴マウントとは、まあ秘密にしているわけでもないし、恥だとも思っていないので、ありのままの事実を、俺は彼に述べることにした。少々家庭の事情がありまして、高校中退を。ってことはマジかよ。中卒？逆にすげえ。実在したんだ。ははは、そうなんですよ。興奮したように騒ぐ海斗くん。他の同僚たちはこちらを見ることもなく、おのおのの作業に没頭している。それだけで、これが日常風景であると察した。とりあえず、何を間違ったか知らないけど、中卒。しかもおっさんがシステム会社に来たって仕方ないでしょう。何の役にも立たないよ。どうでしょうか。こんな中年ですが、何かしらのお役には立てるかと。ないない。ほらこれ見てみなよ。まるで自分が作ったかのように、自慢げな顔で、俺を自分の席に連れて行き、海斗くんはデスクの上にある PC を指さした。これがパソコンだよ。知らないでしょ。どうせ前の仕事は学歴不問の肉体労働だっただろうし。ははは、さすがに知っていますよ。なんだ、知ってるのか。でも使ったことはないよね。貧乏で買えなかったから。ははは。鼻から決めつけた。それ以外はありえないというような口調。学歴で見下されることはこれまでも多々あったが、ここまで遠慮のない連続攻撃には、さすがに愛想笑いのストックも切れそうだ。勉強させてもらいます。一日でも早く皆さんのお役に立てるように。その前に定年が来るんじゃない？
それまで会社にいられるとも思えないけど。とりあえず今日はどんな仕事なのか見といたら？俺を隣に座らせ、カイトくんは作業途中の画面を立ち上げた。今は T 銀行のホームページを定期メンテナンス中。この程度の雑用しか任せてくれないんだよな、あの部長。俺はもっとやれるのに。ぶつくさ言いつつ、手はよどみなく動き続ける。へえ、と俺は少し感心してしまった。案外、彼は口だけの人物ではないのかも、と。雑用ではありませんよ。それも立派な SE の仕事です。中卒おっさんが何を知ってんだか。偉そうなこと言う前にその学歴をどうかしたら、今から高卒の資格を取るとか。ああ、確かに。低学歴って努力が足りないんだよな、努力が。もう手遅れかもしれないけど。ははは。一瞬でも見直したのは間違いだっただろうか。俺は苦笑いをしつつ、自分の目に少し自信をなくすのだった。仕事をさせてやるよ、おっさん。本社に戻って1週間ほど経った頃、俺を自分の席に呼びつけ、カイトくんは開口一番に言い放った。はあ、仕事。聞いたよ。おっさん本当に SE なんだって。まだ信じられないけど、高学歴の部長が言うんだ。本当なんだろうな。本当なんですよ。学校に通ったわけではなく、独学ですが。独学ね。そんなのが役に立つとは思えないけどさ。ほら。そう言うと、カイトくんは書類の束をバサッと投げてよこした。これは？使用書だよ。使用書。新しいクライアントの P 銀行がホームページをリニューアルしたいんだって。詳しくは全部それに書いてあるから、自分で読んで。はあ。言われた通り、その場でパラパラと使用書をめくる。なるほど。難しい案件ではない。むしろ新人 SE に任せても安心なレベルの取り組みやすい案件だろう。なるほど。本当は俺に来た案件なんだけど、そんな雑用、この俺の時間を割く価値もないでしょ？そうでしょうか。以前も言いましたが、これも立派な SE の仕事かと。やっぱり分かってないな。レベルの低い仕事ばかりやってた人間は、うちはメガバンクのシステム管理も担当してるんだよ。それに比べて、こんな零細銀行から来た仕事なんて。どうして俺が、ふとその声に悔しさのようなものが滲んだ。これはと思うや否や、手でしっしと追い払われる。ほら、さっさと仕事開始。その程度、俺は一日あれば楽勝だけど、おっさんには特別。なんと1週間も締め切りを伸ばしてやるよ。いえ、ざっと見たところ、3日ほどいただければ。へえ、ずいぶん強気じゃん。んじゃよろしくね。もし終わらなかったら、やっぱり。その続きを聞くまでもなく、彼が言おうとすることは分かった。自分の席に戻りつつ、今度はじっくりと使用書に目を通す。やはり3日、いや、2日あれば十分だろう。と、この時は思っていたのだが。あれ？どうしたのかな？もう3日目の朝だけど、もしかして、まだまだ終わらないとか？いえ、間もなく、今日の定時までには。昨日の進捗報告でもそう言ってたけど、ちゃんと進んでる？これ。もちろんですよ。作業中の俺を見下ろし、カイトくんは満面の笑みを浮かべている。まるで作業が終わらないことを喜ぶように。そう、俺は作業が終わらなかったのだ。締め切りの当日を迎えても、まだ半分を少し過ぎた程度しか。俺は1週間あげるって言ったのに、おっさん自身だよ、3日でいいって言い切ったのは。やっぱり、中卒だから自分の力量を理解できてないんだね。
そんな人間にはもう仕事を任せられないな。あの時からずっと用意していた言葉。それをカイトくんはここぞとばかりに投げつけてきた。大丈夫です。午後一番でチェックをお願いします。いいよ急がなくて。重要な案件でもないし、ゆっくりやってよ。おっさんのレベルに合わせてさ。いえ、大丈夫です。へえ。年がいもなく、感情が顔に出てしまっただろうか。俺がきっぱり宣言すると、カイトくんは少し気をされたようなリアクションをした。あっそ、好きにすれば。こっちは忙しくて、これ以上おっさんに構ってる暇もないし。忙しい？そういえば、もともと多忙な部署が、ここ2、3日は特に慌ただしいような。同僚たちの表情も、どこか不安そうに曇って見える。何かあったんですか？難しい案件でも受注したとか。それどころじゃないよ。ハッキングだよ、ハッキング。ハッキング？聞けば近頃、それぞれが担当するシステムにトラブルが相次いでいるという。ウイルスの侵入であったり、原因不明のエラーであったり、幸い、まだ軽い段階で対処できているが、この会社は多くの銀行からシステム管理を請け負っている。顧客が顧客だけに悪化した場合の影響は計り知れない。システムがサイバー攻撃を受けてるんだよ。どこのドイツが何の目的でやってるのかもわからない。だから忙しいの。愉快犯という可能性もありますね。世の中を混乱させることだけが目的の。とりあえず、おっさんには関係ないから。そのレベルの案件もこなせないんじゃ、とてもハッカー対策には使えないし。そうでしょうか。そうだよ。たく部長も何を考えてるんだか。いくら人手不足だからって、こんな無能を増やしたところで。ぶつくさと文句をこぼしつつ、カイトくんは自分の席に戻っていく。俺は作業の手を止め、ふと気になったことについて調べ始めた。すると、やっぱり、間違いない。これは、大ごとにならないといいが、ハッキングの原因に気づいてしまい、俺は密かにそう祈るしかなかった。ところが、そんな祈りも虚しく、その日の午後、オフィスは大混乱に陥った。申し訳ございません。ただいま対応を。すぐに復旧いたします。被害は最小限に。鳴り止まない電話。電話口に向かって頭を下げる同僚たち。利用者の被害を食い止めることが第一。利用者の多い銀行から重要システムを最優先に復旧急げ。大山が声を張り上げ、返事代わりにキーボードを叩く音量が上がる。優秀な同僚たちの顔には余裕がない。それほどに深刻なサイバー攻撃。それを今、リアルタイムで受けているのだ。脆弱な箇所を的確に、さっき復旧したそばからまた。はは、内部を知られてるみたいだ。まるで。どうするんだよ、こんなの。焦りと疲労で心を折られ、弱気なムードが徐々にオフィスを包む。その間にも、関係各所からの電話は鳴り止まない。大半は顧客であり、システムダウンなどの影響を受けている各地の銀行から、残りは早く何とかしろという他部署からのクレームだ。この俺がサクッと解決してやるぜ。おっさん、あんたは電話対応しときな。エナジードリンクをぐいっと飲み干し、カイトくんが俺に指示を飛ばす。その言葉に嘘はなかった。絶え間なく発生するエラーを高速で叩き、片っ端からシステムを復旧させていったのだ。おお、やりますね、カイトくん。当然、俺はエリートだからな。彼お得意の尊大な態度も、今だけは様になって見える。疲れ果てた同僚たちからも、おーというどよめき。
それにカイトくんを称える声がちらほらと上がる。それを受けて、さらに彼が上機嫌になった、その時だった。え？いきなり声を上げ、カイトくんが PC 画面に飛びつく。それは、まるで自信満々な彼の様子を嘲笑うかのように、新たな、そしてさらに重大なエラーの発生を告げる通知だった。そんな、ちゃんと直したのに。真っ青になった彼のつぶやきをきっかけに、あちこちで悲鳴が上がる。攻撃が再開されたのだ。同時に電話も鳴り始め、オフィスは再び混乱に陥った。落ち着け！必ず収束する。それまで頑張るんだ。そんな大山の言葉も届くことなく、何人かの同僚が、もうダメだと頭を抱えた。カイトくんは完全に手が止まり、半泣きになって震えている。俺はそれを横で見ていたが、ついに我慢の限界がやってきた。当然だろう、原因を考えたら。カイトくんが顔を上げたことに構わず、自分の席へ戻る。そして PC を立ち上げ、操作すること約30秒。その途端、オフィスはしんと静まり返った。これで追加の攻撃は受けないはずです。あとはそれぞれ一刻も早く復旧を。オフィスを見回しつつ声をかけると、大山もハッとした顔になり、続けて声を上げた。彼の言う通りだ。各所には私から連絡を入れる。作業開始。呆然としていた同僚たちも、この掛け声に慌ててキーボードを叩き始める。ただ一人、カイトくんだけが放心状態のままだった。あんた一体何者なんだよ。彼が詰め寄ってきたのは、復旧作業が完了した直後だった。今後の対応について、廊下で別の人物と話し合っていたとき、その人物、社長は、俺がトラブルを収めた話をいち早く聞きつけ、ローをねぎらいに来てくれたのだった。なんだ、カイト、ぶしつけに。父さん、いや、社長。俺はちょっと、こいつに話があって。こいつとはなんだ、藤田先輩に向かって。いきなり真っ赤な顔で怒鳴られ、カイトくんはビクッと肩を震わせた。先輩？そうだ。この人は社員時代の先輩で、私に仕事を教えてくれた恩人だ。お前などが、こいつ呼ばわりしていい方ではない。まあ、社長、折原。仕方ないよ。彼は何も知らないから。ですが、教えていなかった俺も悪いから。ね。俺がなだめると、元後輩で部下だった社長は、ようやく落ち着いた。そして再び、中断していた話の続きを始める。本当にさすが先輩だと思いましたよ。もともと優秀だったのに加えて、やはりシリコンバレーで最先端に触れていただけは、シリコンバレー？カイトくんも話に割って入ってくる。仕方がないと、社長は俺の身の上を彼に明かした。お前も知っているだろう？ IT 大国アメリカ。その中で常にトップを走り続ける。IT 各業界の最先端が集中しているエリアだ。もちろん、それは知ってるけど、藤田先輩は10年もの間、シリコンバレーにある提携企業で働いていたんだ。もともとは私のせいでな。あれは社長、折原くんが父親から会社を引き継いだばかりの頃、提携企業に求められ、俺はシリコンバレーに派遣されたのだ。求められたというよりは、ほとんど脅しのようなものだったが、優秀なエンジニアをよこせ。でなければ提携を切る可能性もある。と、社長だった父を急に亡くして会社が不安定だったのが大きかった。私は断りきれず、先輩をまるで生贄のように、
それだけでなく、まさか10年間も。いいんだ、折原くん。おかげで最先端の技術を山ほど持ち帰ることができたんだから。とても楽しい、充実した10年間だったよ。中卒なのに？あまりに問いかけが素直すぎて、俺は思わず笑ってしまった。そういえば、折原も素直さゆえの失言が多かったような。こういうところは親子でそっくりだ。カイト、バカ者。いいよ。中卒なのに優秀なエンジニアとして派遣されるのはおかしい。そう言いたいんだよね。その沈黙には認めたくないという意味もあるように思えた。しかし、事実は事実だ。俺が中卒であることも、自他共に認める優秀なエンジニアであったことも。生まれた時から母子家庭でね。母親も体が弱かったし、とうとう高校1年の時に難しい病気で倒れてしまったんだ。もちろん、俺は中退して働くしかなかった。最初は学歴不問の建設現場や清掃のバイトを掛け持ちした。けれど入院費には足りず、働いても働いても生活は苦しくて、そんな状況から抜け出すには、より多くの金を稼ぐ必要があった。そのためのスキルを、当時の俺は何も持っていなかった。だから身につけたよ。母親の古い PC を使って、バイトで疲れた体に鞭を打って、独学でがむしゃらにね、SE のスキルを身につけようと考えたのは、プログラミング言語の習得に学歴は関係ないから。中卒だの低学歴だのと、それまで散々に現実を味わっていた俺には、それが希望の光に見えた。睡眠時間を削り、ひたすら勉強と実践を繰り返しているうちに、俺の中には誰のそしりにも揺るがない自信が芽生えたのだった。そんな俺を採用してくれたのが先代社長。つまりカイトくんのおじいさんだ。他の社員たちの反対を押し切ってね。父に聞いたことがあります。採用面接で最も堂々としていたのは、応募者の中で最も学歴が低い青年だったと。母が病気を乗り越えられたのも、先代が学歴でなく俺自身を見てくれたおかげなんだ。だから、10年前、先代が急に亡くなり、会社がピンチに陥った時、俺は真っ先に手を挙げることができた。そして、行ったこともないアメリカへ渡る決意ができたのだった。だけど、そんなに優秀なら、どうしてあんなに仕事が遅かったのか。カイトくんの疑問の答えは、この会社が使っている言語にある。こちらと向こうでは、使っているプログラミング言語が違うんだ。はっきり言って、この会社で使っている言語は古い。そもそも、未だ主体にしているのは世界でも日本くらいでね。だから思い出すのに時間がかかってしまって。耳が痛いです。けれど、それは先輩が年のせいでもあるのでは。あははは、折原も言うようになったな。笑い合う俺と父親を、カイトくんは目を見開いて見つめていた。かすかに体を震わせながら。そして、次の瞬間に爆発した。それならなんで黙ってたんだよ。俺を騙して面白がってたのか？君が聞く耳を持たない様子だったから。鼻から無能な中卒だと決めつけて、こちらの話を聞く気はなかっただろう？それは、部長も嘘をついてたじゃないか。中途入社だって。私が大山部長、大山先輩に指示したんだ、カイト。父さんが？唖然とするカイトくんに、俺もうなずいて肯定した。これには狙いがあったのだ。そして、それは折原の父親としてたっての希望だった。
藤田先輩を知るベテラン社員は多い。いずれ嘘だとバレるだろうが、それまででよかったんだ。何が言いたいんだよ、父さん。私は本当のお前が知りたかったんだよ、カイト。折原には悩みがあった。それは、将来息子に会社を継がせるべきか、ということ。そこで息子の勤務態度について、それとなく社員たちに聞いて回ったらしいのだが、誰も彼も私に遠慮してか、耳障りのいいことしか言わない。私も父親だ。お前を知っているからこそ、どうも納得できない部分が多くてな。そこで先輩たちに頼んで、お前を藤田先輩の教育担当にしてもらったんだ。それで、どうでしたか？私の息子は。折原が俺に尋ねると、カイトくんは青くなって下を向いた。これから俺が言おうとすることを、彼もわかっているのだ。まず、一番の問題から言うと、今回のハッキング事件、原因はカイトくんだ。先輩、それは本当ですか？折原親子は同時に息を飲んだ。カイトくん、君は自分が書いたソースをネット上にアップロードしていたね。なんでそれを？本当なのか、カイト。バレていないと思ったのか、カイトくんが大きくうろたえる。これを見つけたのは、サイバー攻撃を受ける直前のことだ。初日にどんな仕事なのか見といたらと言われ、見せられた作成中のソースコード。それが丸ごと、世界中の誰でもアクセスできるウェブサイトにアップロードされていたのだ。あのサイトは、開発者同士がソースを共有したり、自分のスキルをアピールする目的でも便利だ。けれど、それにはリスクも伴う。良くない目的で利用する人間が、有名な銀行のシステムに関するソースを発見したら、それは考えなかったのか、カイトくん。それは、例えるなら、泥棒に金庫の番号を教えるようなもの。その上で、玄関を開け放って迎えるようなもの。攻撃を受けるのも当然だったのだ。むしろ、あの程度で済んでよかった。大山のおかげだな。社長の息子だからと、大山部長が君に忖度するような人間だったら、もし入金システムなど、銀行の要となるシステムの管理を任せていたら、事態はこの程度じゃ済まなかったはずだ。君が満足するような仕事を任せられなかったのは、何も君が経験不足という理由だけじゃない。君自身に問題があるからだよ、カイトくん。父親である折原の前でも、俺は遠慮なく確信をついた。カイトくんの問題、それは異常なほどのプライドの高さ。自分は誰よりも認められるべきという思いが強すぎるあまり、今回の事件を引き起こしたのだ。誰も言ってなかった。何を？ソースをネットに上げちゃダメだって、会社の規定にも書いてなかった。確かにそうだ。しかし考えてわからなかったのか？君は仮にもエリートなのに、中卒の俺でもわかるのに、その一言で、カイトくんは顔を真っ赤にして唇を噛んだ。悔しいか？ちなみに、向こうで君のような真似をする人間はまずいなかった。海外ではシステムの自社開発が主流で、あまり外注をしないというのもあるけど、そもそも君ほど責任感のない人間は、それ自体が少ないからね。俺に責任感がない？ああ、君は軽率な行いで、取引先と会社に迷惑をかけたんだ。それを反省もしないのは、責任感がないとしか言えない。相手によって態度を変えること、他人を経歴だけで判断するのも、社会人として未熟な証拠だ。
この業界に携わる人間なら、必須のコンプラ意識にも欠けている。教養以前に SE としての常識が身についていないのが問題だな。この1週間で感じたありのままを、俺は次々と挙げていった。その度にカイト君はうつむき、折原の視線は険しくなった。それから、まあ欠点を挙げるとすれば、これくらいかな。よくわかりました。息子は次期社長にふさわしくない、ということですね。藤田先輩。そんなに肩を落とさないで。カイト君にはちゃんといいところもあるから。いいところ？もはや意気消沈した様子で、カイト君がぽつりとつぶやく。俺はうなずき、それは将来性だ、と言った。君はプライドが高い。今回はそれが悪い方向に働いたけど、生かし方によっては情熱だったり、仕事を続けるモチベーションにもつながる。よく言うだろう？継続は力なりって。はあ、継続。これからも、いい意味で自分が一番と思い続けること。ただし、他の人間を見下すことはせずに。それができたら、君は見違えるほど成長するはずだ。高いプライドを維持しつつ、他人も尊重すること。今の彼には理解も実行も難しいだろうが、後に振り返ってみれば、今日がその第一歩だったと気づくだろう。自分がどれだけ優秀で、世間に通用するか試したかった。不安だっただけなんだろう。ソースをアップロードしたのも。あ、正解だったのか。カイト君はバッと顔を上げた。不安？お前がか？カイト。もちろん誰にでも不安はあるさ。頭が良ければなおさら。だろう、カイト君。あ。しばらくうつむいていた後、観念したように彼は口を開いた。学校ではずっと何をやっても一番で、父さんもお前は自慢の息子だって、それは俺にとっても自慢だったんだ。考えもしなかったんだよ。自分より優秀な人間がこの会社にはゴロゴロいるなんてさ、俺なんて凡人もいいところじゃん。会社にいてもいなくても変わりないじゃんか。こんなやつ、父さんも失望するはずだって。俺はそれが怖くて。カイトくん。現実を知り、ますます彼は優秀な自分に固執したのだろう。自分の価値を認めてほしくて。けれど価値を証明できるほどの仕事はなかなか与えてもらえなくて。悩んだ末にあんな手段に走ってしまったのだ。すみませんでした。え？思わず俺は面食らってしまった。突然カイトくんが頭を下げてきたからだ。自分が優秀なんかじゃないって、ようやく受け入れられました。藤田さんのおかげで。俺は優秀じゃないけど、いつか父の後を継ぎたいのは本当です。俺に何が足りないのか、もっと教えてください。だそうですが、どうしますか、社長。カイト、バカ者が、まったく。この後の判断は折原に任せ、俺はその場を後にした。背後では、カイトくんが泣きながら繰り返し謝罪している。それを折原が叱りつつ、力強く肩を抱いている。その様子を感じつつ、俺は、カイトくんが会社を辞めなければいいと、心の中で願うのだった。その後、本人の強い希望により、大山は自ら部長職を降りた。それは、俺にその座を譲るためだった。今更だけど、本当にいいのか？もともとお前の帰国が決まった時から考えていたことだ。ほら、新部長、挨拶。背中を押され、再び同僚たちの前に立つ。新部長として挨拶をすると、今度は大きな拍手と、全員の笑顔に迎えられた。その中で、
ひときわ大きな拍手をくれる人物は、部長就任おめでとうございます、藤田さん。ありがとう、カイトくん。君もよかった。会社に残ってくれて。みんなに迷惑をかけた分、行動で償っていきたいので。あれから停職と減給の処分を受け、彼の行いは公になった。社内では解雇すべきという声も多かったが、俺は一人一人を説得して回った。彼は自信を失っているが、本来はとても優秀だ。必ず変わり、きっと会社に貢献してくれるから、と。もう誰かに認めてほしいなんて言いません。自分の価値は自分で証明していきます。見ていてくれますか、藤田さん。もちろん、いつもどんな時でも見ているよ、カイトくん。ちょっと怖いなぁ。と笑う彼は、なんだか一回りほど成長して見えた。やがて、俺は部署の改善に乗り出した。まずコンプラ教育に力を入れ、全員に意識の徹底を促した。自分の力を認められたいというのは誰もが持っている欲求だ。それをコントロールする方法を伝えなければ、また同じような事態が起きると考えたのだ。そして、現場に新しい開発システムを導入。セキュリティを向上させるとともに、自分が仕事でどんな成果を上げ、どれほど成長できたかわかりやすくなるように、一人一人が自信を持って仕事に取り組み、自分の頑張りと成長を認めてあげられるように、これは、とある社員を見て思いついたことだ。誰よりも真面目に頑張り始めた彼を、俺も応援したいと思ったから。努力や才能が認められなかったとき、あるいは通用しないと悟ったとき、やり場のない気持ちは良くない方へ向かってしまうこともある。けれど、大切なのは自分が間違っていることに気づけるかどうか、あるいは気づかせてくれる存在が近くにいれば、きっとやり直すチャンスは何度でもあるはずだ。間違いに気づき、自らやり直す決意をした部下を、俺はこれからも見守っていきたい。そして自分自身も、まだまだ若い彼らには負けていられない。これからも SE として、絶えず成長を続けていきたいと思っている。